こんにちは、ケンです。どんな人も興味があって大切だと思っていること、それは健康です。どんなに資産作って、どんなに成功しても、健康じゃなきゃ人生は楽しめません。健康あってこそ人生は楽しめると思います。そう思いませんか？もし今の質問にイエスと答えられた方は、ぜひ今日の動画、約10分ほどの動画です。倍速で見てもらったら、たったの5分で見ることができますので、ぜひ最後までご覧になられてください。では、どうぞ。はい、じゃあ高原先生に、僕の方からいくつか質問があるんですけど、よろしいでしょうか。はい。まずはこのクリニックなんですけれども、人間ドックのセンターというような位置づけになるんですか？そうなんです。予防診断専門の人間ドックのセンター、特に MRI を使っているっていう感じですね。ということは、一般の外来とかっていうのは一切されてないってことですか？そうです。一般の外来ではないですね。急に今日取ってくださいとかっていうのも一切できないってことですね。急に取ってくださいっていうのも間が空ければ取ったりするんですけど、いわゆる保険診療じゃなくて、それもやろうと思ってるんだけど、まだ準備ができてないから、自由診療としてやるクリニックですね。なるほど。で、人間ドックのイメージとしてはやっぱり X 線を使った検査だったりとか、血液検査や超音波検査、あと内視鏡検査とか、そういったイメージっていうのがあるんですけれども、このクリニックでは MRI と CT だけという感じですか？そうなんです。実はね、医学において MRI と CT ってもうディシジョンメイキング、診断を決めるためにすごい必要不可欠なプロセスだったりするんですよ。人間ドックっていうのはそういう大型機器をまずあんまり使わないで安いところから始めるっていうのが普通だから、あんまりそれをやっていなかったっていう感じなんですよね。大型医療機器が使うと、例えばここにある MRI すごい高くて2億円くらいするんですけども、それってやっぱどうしてもあんまり安くはならないんですけど、もうその代わりですね、殿下の宝刀っていうか臨床診断をつけていく上でもう必ず通る、すごい機械を使ってやりますよ。でそれを最初にするっていうところが特徴ですかね。で通常人間ドックの場合は朝から血色とか、半日かかったりとか、場合によっては1日かかったりとかもあるんですけど、ここでその全身を受けようと思ったら時間的にはどれぐらいかかるんですか？それね、聞いてほしい話で、同じようなやつでペット CT っていうのがありますよね。あれって拘束時間が3時間で、そのペット CT をやるだけなんですよね。でここの検診はその全身の MRI とイプス法というがん検診が40分、それから胸部のね肺を検出する超低被曝 CT が10分、それから脳ドックが20分というふうな感じですごい短い時間で終わるんですよ。あと大腸 CT あるいは CT バーチャル内視鏡と呼ばれるような、そういうふうなものを含めても全部で1時間半くらいで終わっちゃうんですよね。早いですね、かなり。ということは3時間やる FD ペット CT の検査1個しかやらないのに比べて、半分の時間で4つできちゃうんですよ。だからトータルでいろいろ見ることができるっていう、そういう特徴がありますね。なるほど。でも時間的にはかなり早いですね。大体もうどんなに短くても半日はかかるだろうっていうイメージですけれども。かかんないですね。で血色も何もいらない。それはね、いるの。それはいるんですね。前の食事は抜いていただく方が、お腹がぐるぐる動くとそこがあまりよく映らないから、4時間前からご飯は食べないでねっていうふうに。それでも4時間でいいんですね。だからそんなに辛くないと。確かにそうですね。4時間だったら、ここって朝は9時ぐらいからやってるんですか？ここはね、10時からやってる。ということは、6時以降食べなければ。だからその日は朝ごはん食べないとか、あるいは昼ごはん食べないとか、そういうのが1回だけ食止めがあるけど、あとは大丈夫なんですね。あと来た後にね、安静にしたりとか注射を打ったりっていう時間はまるでないから、来てさっきの安全事項を書いたら、もうすぐに検査できるっていう、そういうのが特徴なんですよね。なるほど。となってくると、その他の人間ドックとか健康診断っていろいろあるじゃないですか。多分そういったところを受けている人が圧倒的多数かと思うんですけど、なのでそういった人間ドックや健康診断と、例えばここの高原クリニックを使う場合の関係とか付き合い方とかっていうのはどういった感じで？いろんな方がいらっしゃるんですけども、まずはね、そうですね、他のとこでやってるから
一応念のため取りたいっていう人が結構多いんですよね。先ほどもお話ししましたけど、例えば病気って診断されたら MRI とか CT ってほぼ必ず取るわけですよ。でそういうことをきちっとやりたいんだけどやれてないから取りたいって言っていらっしゃる方がいますね。で逆にここで全部やりたいって言った時に血液検査とかやってなかったんですけども、そういうご要望があるので少しその血液検査とかもできるようにはしてます。あ、そうなんですね。あとはね、結構いらっしゃるのが、いろんな、例えばこの間来た方はね、ここが痛くて仕方がないんだけど、いろんなお医者さんにかかったんだけど、全然その原因がわからないと、もう何ヶ月もここが痛くておかしいなと思ってるんだけど、分かってもらわなくて困ってるとか、そういう人が来ます。そうするといろんな病院にかかっていろんな検査をするんだけど見つからないと、でもなんかここに高原さんという人がいてね、でもなんか僕らが得意で見つけてくれるらしいって来るんですよ。でやっぱり診断つくんです。診断ついて、やっぱ大学病院で見つからなかったものでも結構診断つけて、もう一遍大学病院に送り返すとかはしているので、なんていうのかな、困った人が来ます。だからもう一つはね、線虫検査とかあるじゃないですか、ああいう1万円とか2万円でできるなんか尿とか血液でやれる、検査ね、でそれでやると異常がありますよって言われたと、でもどこにあるかもわからないし本当かどうかもわからないっていう人が悩んで夜眠れなくなっちゃう時に検索するんですよ。そしたらここのクリニックのことを分かって、ここだったら突き止めてもらえるって言ってくるんですよね。そういう方もいらっしゃる。なるほど。ちなみにここでのクリニックの検査っていうのはもう基本的にはもう保険は効かないものばかりですかね。そうですね。保険でできる検査とかもあったりするんですか？ないです。あと保険でやるためには保険の登録をして、で保険やりますよって言っていろんな申請出すんですけど、まだマンパワーがないからできてなくて、そのうちにはしたいなっては思ってるんですけど、まだ無理かなって。なるほど。じゃあ例えば、腰が痛いっていうことで、通常腰が痛かったら整形外科とかに行くじゃないですか。で整形外科の先生が、じゃあ MRI 取った方がいいかもしれないねとかっていうようなことがあった時に、そこからの紹介とかできたりするケースとかもあったりするんですか？それは病診連携ってやつなんですけど、それは保険でやるっていうところにしか来ないから、うちには来ない。なるほど。でもそれでね、やっぱり見てもらってるんだけど解決しなくてどうしてって言って、いわゆるその、メインにかかるみたいな格好のモチベーションでいらっしゃるので、そうすると普通に撮ってる MRI だけじゃなくて、すごい細かいのも撮ったりして、もうここが原因ですよっていうのを突き止めてお渡しすると、でご説明すると、あるいはそこでじゃあここだったら整形外科の先生だったらこういうとこがいいかもねってご紹介するみたいなのはしてるんですよね。あとね、もう一つね、パターンはね、アメリカ在住の日本人、これが最近ね、いらっしゃる。なるほど。アメリカの医療ってものすごい高いわけですよ。ね、トランプがなんとか聞いて、すっごい高い上にクオリティ悪いんですよ。でもこっち来ると、ここの検診は決して安くないと思うんだけれども、向こうからしたらもうめちゃくちゃ安くて、おまけに医者が全部説明してくれるっていう説明付きのオプションをやる人がほとんど全部で、それだと激安みたいでした。確かに。ドルと円だから25分の15ぐらいになるんですよ。じゃあ逆になんかインバウンド検診みたいな感じでいけるかもしれないですね。でインバウンドっていうと普通ね、中国からとか思うじゃないですか、そうじゃなくてね、米国在住の日本人にニーズがあります。そっか、もともと保険が効かないので、もう別に関係なく、保険が効いてもめちゃくちゃ高かったりするから、保険だったら全部理想的な、でも満額払っても全然理想的で、全部調べてもらえるからそれでいいと。で時々向こうに住んでらっしゃる方でもね、向こうで成功して、例えばラーメン屋のチェーン店やってる人でも、時々帰省するじゃないですか、お母さんがいたりとかして、で来るんです。そうするとその時に寄ってもらえるみたいなのが最近はね、ありますね。なるほど。面白いね。はい。では、ここからはおまけということで、高原先生の施設見学をさせていただきました。太陽光、スターリンク、いろいろありますので、ぜひご覧ください。じゃあこれからね、上の太陽光を見に行きましょうね。はい。ケンさんも行きましょう。はい、どうも。はい、どうぞ。木造の2階建てなんですけど、ルーフのところにね、デッキを作ってあって、そこから太陽光見れたりします。はい。ちょっとここが悔やんだったらいいかな。で、これがね、2階の天井のデッキのとこなんですけど、
これ本当は後で映しますけど、この屋根の向こう側にメインの太陽光が貼ってあるんですよね。10キロ分貼ってあるんです。はいはいでもそれだけだと発電量足りないと思って、はい。こういうところにもこの間 SI ソーラーさん全部貼ってもらって、すごい綺麗にね貼ってもらったの。確かに。ああ、すごいこんすごいすごいすごいなに貼ってもらっ。て、こっち側の左の方も全部貼ってもらったの。もう貼れるとこほぼ貼ってもらって。確かに。で、あとこの上ちょっと濡れたんですけど、上がってもらって、上からちょっと松尾さん厳しいですか。でここのね、ここの向こう側見ると見えるんですけど、ああ、なるほど。こういう風に、これは理想的な角度で貼ってある。確かにそうですね。そういう感じね。そうそう結構やっぱりほらテスラ好きだからね、はい太陽光やろうかなと。これ2階建てでね、違法建築じゃないんだけど、全然2階にも思えないでしょ。これ2階にも見えないですね。全然見えない。これじゃ適法なんですよ。おお。で4階かみたいな感じだけど、こう下がねあんな風に。今日は天気悪いから見えなくて残念なんですけど、あそこにね新宿とかスカイツリーも本当は見える。なるほど。へえ、そういう感じの。結構ね、この辺建物がもう高くないから遠くまで見えるんですよね。確かに。そう。こんな感じね。見晴らしがいいですね。はい、そう結構ね。小田急線の駅はあれだね。あコルティっていうのがあるんですよ。あとね、スターリンクも一応入れてます。Wi-Fi はね3個あるんだけど、はい。2個ある上にこのスターリンクも入れてて、災害の時にも使えるようにっていう風な感じになってるんですよね。災害時用ということで、そう。へそういう感じじゃあで。院内は普通の Wi-Fi も入ってるし、うんうん。 2つあるってことですか。そうそう。あーあともう一つね、これほら建ててる時って仮店舗でしょ。はい。その時これ結構活用してたああ、なるほ固ど。定で入ると面倒くさいから、うんこれだったらちょろっと動かせばできるじゃないうんですか。うんうんこれで遠隔の画像の読影とかもしてたありね。なるほど。早いからね実用的ですよね。じゃあ画像とか見るのって結構重そうかなっていうイメージがありますけど。あるけどね、でもこれでできちゃう。へえ、すごい。そんな感じで。はい、いかがだったでしょうか。高原先生のクリニックでは最新の医療機器を使い、他ではやっていないような検診をされています。もっと詳しく知りたい方は概要欄に高原先生のクリニックのホームページの URL こちら掲載していますのでご覧になってください。また僕の方は今回何も受けなかったんですけれども、実際に僕も今年から受けていこうと思っています。今年の10月頃に受けたいなと思っていますけれども、一緒に行こうって言われる方がいらっしゃったら LINE の方でお問い合わせの方よろしくお願いいたします。高原先生、お忙しい中ありがとうございました。他にも高原先生のクリニックの動画用意していますので、そちらの方もご覧ください。では最後までご視聴していただきありがとうございます。